嫁にはもう飽きた。離婚だ。私に里帰り期間を延長するよう指示した旦那は、自宅で自分だけ楽しい思いをしていた。許せない。私がみんなの前で本当のことを話したら、旦那は一体どんな顔をするのか楽しみだ。ちょっとこの動画を見てください。これから旦那の地獄が始まる。私はチカ32歳。旦那の翔太とはお見合いで知り合った。翔太の会社の副社長が結婚相手を探していると雑談をしていた翔太に、知り合いの娘さんにいい子がいると言って私を紹介してくれたのだ。そして副社長夫婦が仲人も務めてくれた。私と翔太は波長も合い、トントン拍子に結婚まで進んだ。結婚してとても気になったのは、翔太があまりにも家事ができないことだった。私と結婚するまで実家暮らしだったので、ほとんど家事をしたことがなかったのだそうだ。しかし、世の中のダメ夫のように家事を全くしないというわけではない。翔太は一生懸命やろうとはするのだ。しかし洗濯物はどれも一番ダメな干し方で干してあるし、私のお気に入りの食器も何枚割られたかわからない。料理をしたらわざとかと思うほど焦げるし、火がきちんと通っていないことがほとんど。どれも一生懸命やろうとしてくれたことで、私もなんだかそんな姿が憎めず、いつも笑ってしまった。私たちの結婚生活は順調の方だったと思う。しばらくして私は妊娠していることが分かった。しかも双子だ。いきなり双子が育てられるのかという不安もあったが、一気に二人子供が私のお腹に来てくれたことに対する嬉しさもあった。さっき話したように、翔太は家事がとても苦手だった。だから私が里帰り出産して家を長く空けることはとても不安だった。その上私の実家は隣の県にあり、気軽に自宅に戻れない。それを翔太に相談した。すると翔太は、絶対里帰りした方がいいよ。最初は絶対に大人の人数が多い方がいいんだからさ。もちろん俺もチカが帰ってきたらきちんと子育てするよ。でも、どうしても仕事がなかなか思ったようにできない日もあるからさ。産後は子育て以外したらダメだって言われてるんだしさ。俺は確かに家事が下手だけど、どうにかするから。と言ってくれたのだ。私も内心、里帰りしないと不安だと思っていたので少しほっとした。私は翔太に、どんなに失敗しても多少家が散らかっても構わないから家事にだけは気をつけてと伝えて出産2週間前に実家に里帰りした。里帰りをして最初の1週間ほどは翔太は頻繁に電話など連絡を入れてくれていた。しかし2週間目から仕事が忙しいとあまり連絡をくれなくなったのだ。それまでお腹の赤ちゃんの様子など気にかけて聞いてくれていたので、仕事が忙しいとはいえ寂しい気持ちになった。予定日頃に私は双子を無事に出産した。多胎妊娠はリスクも多いというが、幸いなことに大きな問題もなく母子ともに健康だった。翔太は病院に駆けつけ、私にねぎらいの言葉をかけてくれた。その時に翔太から産後の里帰り期間を1ヶ月から2ヶ月に延長するように提案されたのだ。俺の仕事がもうしばらく忙しそうなんだよ。育休とか取れたらいいんだけど、そういうのも言い出しにくい雰囲気だからさ。俺も早く子供たちと一緒に過ごしたいけどね。週末には会いに行くから。と言われ、私もすぐにワンオペをするのは心配だったので、この提案を受け入れた。しかし、双子の育児は想像以上に大変だった。まず、全く眠れないのだ。一人が泣くともう一人も泣く。一人が寝ていたとしてももう一人が寝ていなければこちらも寝ることはできない。授乳も二人にしなければならず、人手がいなければ大変だ。
とにかく一人だけでも大変な新生時期が二人というだけでてんやわんやだった。私の両親は二人とも定年退職していて家にいるのだが、とはいえ高齢なので双子育児のお世話はとても大変だったようだ。母は夜中に起きてきて夜泣き対応を手伝ってくれた。昼間に母が仮眠をとっている間には父がお世話を代わってくれた。二人とも可能な限り育児に協力してくれ、どうにか私が睡眠を取れるようにと努力してくれた。私はいい両親を持ったと心から感謝していた。しかし、もともと母は体力がない上に高齢だ。ついに腰を痛め、さらに体調を崩し寝込んでしまったのだ。母が寝込んでしまったので、父が母の看病や家事をすることになり、私の手伝いが難しくなってしまった。私は高齢の二人に無理をさせてしまったことで申し訳なくなった。私は翔太に相談してみた。父も母も限界みたいなの。里帰りを少し早く切り上げて帰ろうと思うんだけど、どう思う？翔太が仕事で忙しいのは知ってるけど、私の両親がそうなってしまったら仕方ないと思うの。できる限りで翔太も一緒にやって。しかし翔太はうんとは言わなかった。いやー、大変なのはわかるけどさ、前も言ったけど、俺は仕事が忙しいんだよ。双子ともなると夜も眠れなかったりするだろ？大変とは言っても、ちかもお父さんもお母さんも翌日は休みじゃん。俺だけ仕事に支障出るわけじゃん。というのだ。でも、私たち二人の子供でしょ？確かにうちの両親は手伝ってくれているけど、それって義務じゃないし。そう言うと、急に翔太は激怒した。じゃあ、ちかの両親は何のためにいるんだよ。嫁の両親が孫の世話を手伝うのは当たり前のことだろ？むしろ俺の両親は今孫に会えてないんだから、ちかの両親には感謝してほしいくらいだよ。それにちかもさ、俺が大変になるって明らかに分かってるのに3人で帰ってきて、俺に子育て手伝わせるなんて思いやりがなさすぎるだろ？なんて自分勝手な意見だろう。私は言葉を失った。それで私が納得したと思ったのだろう。翔太は、わかった？とりあえず2ヶ月いっぱいで里帰りしてよ。俺は家族のために仕事してるんだからさ。そう言って電話を切ってしまった。結局母の体調は戻らず、実家にいても私はほぼワンオペ状態で子育てをすることになった。それに子供たちが生まれてすぐには週末には行くと言っていたのに、翔太が来ることはほとんどなかった。毎回仕事がとか接待のゴルフがなど理由をつけて断ってくるのだ。そのような状態でやっと産後1ヶ月が経ち、きついながらも少しだけ子育てにも慣れてきた。私は自宅の様子が気になって仕方がなかったので、地元の子育てサポートの支援を受け、子供たちを一時的に預けて自宅に1日だけ戻ることにした。子育てだけに没頭していた自分の気分転換の意味もあった。翔太には前もってそのことも伝えていた。翔太の家事スキルを考えると、自宅はきっとゴミ屋敷状態になっているだろうと思った。私は自宅近くのディスカウントストアで掃除用具を買い足して自宅に行った。しかし、自宅はびっくりするほどピカピカだったのだ。私は驚いた。ピカピカじゃん。翔太、仕事が忙しいのにこんなに掃除ちゃんとしたの？翔太に聞いた。翔太は、おう、俺は自分のことは自分でどうにかできるって言っただろ？しかも心配性だなぁ。と言ってニコニコと笑った。洗濯物、こんなにきっちりと畳めたっけ？アイロンだって前は何回も失敗してたのに、どうしてこんなに綺麗にかけられるようになったの？私がアイロンかけられないときはシワシワの状態でも着ていったりしてたのに、
そう聞くと翔太は、ああ、練習したんだよ。最初はシワシワのまま言ってたけど、このままじゃ良くないと思ってな。と答える。また、洗濯機もさ、きちんと洗濯してるだけじゃなくて、洗濯槽とか排水部分とかまで綺麗じゃん。こまめに掃除しないとこんなに綺麗にならないよ。私と結婚するまで洗濯機を掃除しなきゃいけないことも知らなかったのに。そう聞くと、洗濯機使ってるうちに汚れが気になってさ。前、チカが掃除しなきゃいけないって言ってたのを思い出して調べたんだよ。翔太はまるで準備していたかのように私の質問によどみなく答えた。私が不審そうな顔をしていることに翔太は気づいた。まあ、俺が一人でもどうにかやっていけるってことが分かっただろ。そんな一つ一つの家事を追求してくるなよ。チカがいつ帰ってきても大丈夫なように俺だって頑張ったんだよ。子育ては手伝えてないけど、家のことはしっかりしているから安心して。チカは実家で子育てをもう少し頑張れ。そう説明をしてきた。その他にも気になったことがたくさんあった。私ですら掃除が行き届いていない部分が綺麗だったり、食器が几帳面に並べられていたりする。むしろ、ここまで細かく家事をする余裕があるのであれば、少しくらい家事を手抜きしてもいいから、子育てを手伝ってほしいと思ったほどだ。ただ、せっかく翔太が頑張っていると言っているのだから、私はこれ以上聞くのをやめた。この日は掃除の時間を取る必要がなかったので、私たちが家に戻ってきた時のための買い物をしたり、翔太が食べたいという料理の食材を買いに行ったりした。久しぶりに夫婦の時間を過ごし、私は里帰り期間に翔太が全く子育てを手伝ってくれなかったことに対するモヤモヤが少しだけ晴れた。その日の夕方、寝室である機械を設置している私を見て、翔太がそれは何かと質問してきた。私は、これはベビーモニターってやつ。子供が寝てる時とかでも家事をしなきゃいけないこともあるでしょ？音立てて起こしたくないし、でも寝てる様子が気になるって時に家事しながらでもこのベビーモニターで子供たちの様子を見れるの。私たちが帰ってくるまで電源は入れないけど、とりあえず設置しておこうと思って。いらないところを触らないでね。翔太、機械にも弱いから。と笑いながら伝えた。翔太も、失礼だなぁ。と言いながら笑っていた。実は、このベビーモニターを設置したことには狙いがあった。私は実家に戻り、子供たちも寝た後にベビーモニターの動画を確認してみた。そう。実は電源を切っていなかったのだ。その中には衝撃の事実が映っていた。私たち二人の寝室で翔太と浮気相手が一緒に過ごしていたのだ。私は薄々疑ってはいたが、浮気を確信して怒りに震えた。動画の中では翔太が浮気相手の女性に、嫁にはもう飽きた。離婚だ。と話していた。私はすっと冷静な気持ちになった。私に里帰り期間を延長するように指示した旦那は、自宅で自分だけ楽しい思いをしていたのだ。それならお望み通り離婚してあげる。私はある準備を進めることにした。そしてさらに1ヶ月経ってから私は里帰りを終え、自宅に戻った。自宅に戻った翌日、仲人をしてくれた副社長夫妻が家に遊びに来てくれることになっていた。副社長たちが来てくれた日、副社長は、双子なんてびっくりだな。夫婦でしっかり協力して頑張っていかないといけないぞ。と話をしてくれた。翔太は調子よく、もちろんです。双子だと最初の2年くらいはろくに寝れないとか聞きますけど、覚悟して頑張ります。と言っていた。この時、私が心から笑えていないことには誰も気づいていなかっただろう。
お祝いの品などをいただいたのでお礼を伝え、しばらくは4人で楽しくおしゃべりをして過ごした。そして頃合いを見て私は決意し、話し始めた。おじちゃん、ちょっと見てもらいたいものがあるの。驚いたのは翔太だ。おじちゃん？お前、副社長にいきなりなんてこと言うんだ？翔太はとても慌てていた。しかし副社長は、あれ、それは秘密にするんじゃなかったっけ？翔太くんにはもう話しているのか？と、特に動揺することもなく答えた。私は翔太の方を向き、だって副社長は私の叔父だもの。翔太が気を使っちゃいけないと思って、紹介してもらう時から私の叔父だということは隠していたの。あくまで知り合いの子ということにしてね。結婚式でも親族席ではなくて、翔太の会社の方々の席に座ってもらうことにしたから気づかなかったんだろうけど、と真実を伝えた。翔太は驚愕していた。副社長が、それで、見てもらいたいものっていうのはなんだ？と聞いてきたので、私は例の動画を再生し始めた。そこには私が実家で確認したものと同じ、寝室で翔太と知らない女性がイチャイチャとしている映像が映っていたのだ。なんだこれは。副社長夫婦は口をポカンと開けたまま固まっていた。固まっていたのは翔太も同様だ。もちろん私は事前に確認をして知っていたことだが、翔太は浮気相手と私たちの自宅で半同棲状態で過ごしていたのだ。浮気相手は掃除が得意だったようで、これが家がピカピカだった理由だ。動画の中では翔太が、妊娠期間から嫁のこと女として見れないんだよな。お前と一緒に過ごしたいから、里帰り期間なるべく延長してもらったんだぞ。と話していた。さらに、副社長が仲人してくれたんじゃなければ、とっくに離婚してるんだけどな。会社でうまく渡っていくには、副社長のご機嫌取っとかないといけないから大変だよ。まあ、時期が来たら、チカが浮気したとかなんとか言ってごまかすよ。副社長もああ見えてボケっとしてるところあるから気づかないと思うし。と、副社長を馬鹿にするような発言まであったのだ。副社長は顔を真っ赤にしてわなわなと震えていた。そして動画をまじまじと見て、副社長は再び驚きの声を上げた。しかもこの女性、うちの社員じゃないか？うちの可愛い姪っ子を傷つけた上に、社内不倫とは許せん！と怒り狂って翔太を怒鳴りつけた。翔太は真っ青になり、その場に土下座をした。申し訳ありません。つい魔が差してしまったんです。副社長の話をしているのは本心ではありません。どうかお許しください。そう言って頭を床にこすりつけた。また、私の方を向き直って、チカも許してくれ。どうしても家事がうまくできなくて、彼女に家事を頼んだんだ。最初だけのつもりだったけど、つい楽な方を選んでしまって。俺が大事なのは、お前と子供たちなんだ。許してくれ。と、私に向けても謝罪をしてきた。私は、許せるわけないよね。私が必死で子供たちと向き合っている時に、あなたは不倫をして楽しんでいたんだから。しかも、私たちの家で。里帰りを延長させたのも、私たちのことを本当に思いやってのことじゃなくて、自分ができるだけ長く浮気していたいからだったんだからね。と言い捨てた。そして、動画の中で離婚だって言ってたでしょ？お望み通り離婚してあげる。そう伝え、私は少ない荷物をまとめ、副社長たちと一緒に家を後にした。副社長は、今後のことは後日通達するからな。と翔太に伝えていた。後日、私と翔太は離婚が成立した。
ベビーモニターの動画が十分な証拠となった。子供たちのために使おうとしていたモニターをこんなことに使って申し訳ない気持ちもあったが、致し方ない。その後翔太は会社で降格が言い渡されたそうだ。その上社内に不倫の噂が広まり、翔太も浮気相手も居場所がなくなり、結局退職してしまったそうだ。浮気相手にもしっかり慰謝料を請求することができた。翔太は義実家を頼ろうとしたらしいが、実は岐阜の会社が翔太の会社と取引があり、副社長とも懇意にしていたらしい。副社長に多大な迷惑をかけたとのことで、翔太は義両親からも感動されてしまったそうだ。その後浮気相手と翔太は一緒に暮らし始めたそうだが、二人とも慰謝料の返済に追われていた。そんな中、それまで通りきちんと家事をしてくれる浮気相手に対して翔太が、家事なんてしてる暇があったらもっと働いてくれよ。と言ったことで大喧嘩に発展し、浮気相手は出て行ってしまったのだそう。現在翔太は一人暮らしをして、慰謝料などの借金返済のため、日雇いのバイトなどを掛け持ちして働いているが、家事ができないので家はゴミ屋敷となり、近所からもクレームが出ているのだとか。そのうちアパートも追い出されるかもしれないとのこと。翔太が親戚中にお金の無心をしているらしく、私に話が伝わったので分かったことだ。現在私は実家に戻り、両親と一緒に子育てを楽しんでいる。一度手伝いを頑張りすぎて両親が苦労していたので、現在は一時預かりやベビーシッターさんの力も借りている。働きたくなったらいつでも仕事を紹介すると副社長である叔父が言ってくれているが、甘えすぎず自分でも仕事を見つけてみようと思っているところだ。私の名前は優香。結婚して5年になる夫との間に子供はいない。結婚して2年が過ぎた頃、あまりに子供に恵まれないので心配になり、夫の直樹に相談したこともあった。一度、お医者様に見てもらった方がいいと思うの。不妊の原因は女性だけにあるとは限らない。だから彼と一緒に受診したかったのだが、直樹には適当にあしらわれてしまった。子供なんてそのうちできるだろう。医者に行くほどのことか？そんなに行きたいならお前だけ行けばいいだろう。そう言われてしまったので、仕方なく私は一人で病院に行くことにした。診察の結果、やはり私は子供ができにくい体質だということが分かった。必死に治療をしたのだが、一向に成果は出ず、5年という月日が過ぎてしまったのだ。もうその頃には、直樹は私に興味を持たなくなっていた。それどころか、私への当たりは日に日に強くなっていたように思う。夜の誘いにも乗ってこないし、その話を出すと機嫌を損ねることもしばしばあった。疲れているんだから、寝させてくれよ。仕事からはいつも定時に帰ってきて、家でダラダラしているだけ。特に疲れている様子もないのに、決まってそういう直樹。子供欲しいって言っていたじゃない。私がそう訴えても、彼は呆れたようにため息をついた。そもそもさ、子供が産めないのってお前のせいだろ？確かに医者にはそう診断された。でも検査を受けていないだけで、直樹に原因がある可能性だって残っている。言い返そうと口を開いたが、その隙を与えないように直樹は次々私を罵倒してきた。結婚して5年も経っているんだぞ。お前、女としての魅力が下がってきているんだよ。そんなこともわからねえの？そんなやつ、抱く気になんてならねえんだよ。もう私には魅力を感じなくなったという直樹。次第に彼は私を邪魔者扱いするまでになってしまった。
私はそれでも直樹にまた構ってもらえるように自分磨きに力を入れた。しかし、そんな私の行動も直樹は気に入らなかったらしい。自分磨きだかなんだか知らないけど、そんなものに金使う余裕なんてあるの？子供ができたら金だってかかるだろう。直樹は振り向いてくれるどころか、ひどい暴言を吐いてくるのだ。私が独身時代に貯めた自分のお金なんだから、何に使おうが別にいいでしょ。私が悔しさをこらえながら反論しても、直樹は笑いながらこう言った。お前の金でも子供のために使うだろ普通。でもまあ、そんなに自分磨きしたいなら勝手にすれば。私が努力しているのは直樹のためだと彼も分かっているはず。それなのになんでそんなひどいことが言えるのだろうか。私が黙っているのをいいことに、彼は調子に乗ってどんどん私を罵ってきた。子供ができたら金はかかるけど、多分できないから大丈夫か。好きなだけ金使え。ここしか使いどころはないからな。直樹は不妊治療中も支えてくれなかったし、ひたすら嫌味を言うだけだった。それなのにまだ言い足りないというのだろうか。私は悔しかったが、それ以上にショックの方が大きく、言い返すことができなかった。それからというもの、直樹は仕事が忙しくなり出張が増えた。最初のうちは日帰りの出張ばかりだったのだが、次第に日数は増え、土日の出張にまで出ることもあった。直樹はもともと残業すら嫌がるような性格だったのに、出張の時には文句を全く言わないのは何かおかしいとは思っていた。だが、自分の仕事が会社に認められて、出世のチャンスだからと彼は言っていたので、私は怪しいとは思ったものの口出しはしなかった。しかし、出張から帰ってくる直樹はいつも独特な香りを漂わせていた。直樹は普段香水をつけないし、むしろ匂いのきついものは嫌う傾向にあった。でも彼はなぜかそれを気にする様子はない。前の出張とは違う場所に行っていたはずなのに、戻ってくると決まって同じ香りがする彼。それに加え、心なしか以前より機嫌のいい日が増えた気がしていたのだ。いろいろなことが重なり、直樹を疑う気持ちはますます強くなっていた。一人で悩んでいても気がめいってしまいそうだったので、私はとある友人にこのことを相談してみることにした。すると友人から腕のいい探偵を紹介してもらえることになった。友人もかつて世話になったことがある探偵で、信頼のおける人だという。直樹の出張日を伝えると調査が始まり、探偵からはすぐに調査資料が送られてきた。真実を知る覚悟はできていたはずなのに、いざとなると知りたくないとも思ってしまう。私はひどい仕打ちをされてもまだ彼のことを愛していたのだと思う。震える手で封筒を開けると、そこに入っていたのは、彼が浮気をしているという証拠写真だった。見知らぬ美女と二人ホテルに入る様子がしっかりと捉えられている。私はそれを見た瞬間、覚悟はしていたものの、やはり悲しかった。そして次第に、それは怒りへと変わっていたのだ。直樹は今、一泊の出張中で家にはいない。帰ってきたらすぐに問い詰めてやる、そう思った。翌日、出張から帰ってきた直樹を、私はすぐにリビングに呼びつけた。直樹はさぞ焦ることだろうと思っていたのだが、そうではなかった。私に証拠写真を見せつけられても、彼は平然としている。ああ？お前いつの間に探偵なんて雇ったんだよ。やっぱり金があるやつはやることが違うね。全く慌てる様子もなければ、私のことを小馬鹿にしてくる始末。この女、浮気相手でしょ？あなた出張だって嘘をついて浮気していたのね。
私は怒りを抑えきれず、そう問い詰めると、直樹は少し不機嫌そうに、彼女のことを浮気相手なんて言うなよ。俺の大事な愛人だよ。と、悪びれる様子もなく言い放ったのだ。はぁ？何よそれ。やっていることは一緒でしょ？私が怒っても、直樹はさらに強い口調で言い返してきた。お前、失礼にも程があるだろう。浮気相手だなんて今後一切口にするな。私はもう我慢の限界だった。もういい。離婚して。彼が反省して謝ってくれたらまだよかった。でも、この態度を続ける直樹にはもううんざりだ。ところが、私が離婚を切り出しても、それをあっさりと承諾した直樹。離婚？ああ、別にいいよ。俺も、お前とはもう無理だったんだ。ちょうどよかった。別れられてせいせいするよ。私はその言葉を聞いて、何とも言えない虚しさを覚えた。そう。じゃあ離婚しましょう。慰謝料はきっちり払ってもらうからね。私は感情のない声でそう言うと、直樹は私を嘲笑った。結局金かよ。お前は金遣いが荒いからな。自分磨きなんてしていたから金なくなっちまったのか？直樹にはもう何を言っても無駄だと分かっていたから、あえて言い返すことはしなかった。直樹は私のことを金の亡者だと散々罵った挙句、最後に、俺の愛人は豪邸に住む大金持ちだからな。慰謝料くらいすぐ払ってやるよ。せいぜい300万円くらいだろ？弁護士から聞いていた不倫の慰謝料の相場から考えると300万は高い方だ。じゃあ300万円請求するわ。ちゃんと支払ってね。そう言うと直樹は鼻で笑った。300万円でお前と離婚できるなら安いもんだ。払ってやるからもう連絡してくるなよ。そう言い放ち、離婚届を記入して出て行ってしまったのだ。だが、笑っていられるのも今のうちだ。もう私は次の手を考えてある。離婚届を出し終えると、私はとある場所へ向かった。これでそのうち、直樹から連絡が来るだろう。数日後、予想通り直樹から焦った様子で電話がかかってきた。優香、やっぱり復縁してくれ。彼がなぜそんなことを言い出したのか、理由は分かっていたが、あえてとぼけてみせた。どうして？お前じゃないとダメだって気づいたんだ。だからやり直してほしい。調子のいいことを言っているが、それは彼の本音ではないと知っている。あら？どうして私じゃないとダメなの？愛人さんはどうしたのよ。わざと苛立たせるように話していたのが、だんだん彼にも伝わったのだろう。直樹の口調は荒くなっていった。理由なんてどうでもいいだろう。俺が復縁しろって言っているんだから、お前はそれに従えよ。どこまでも自分勝手な男。私は呆れて言葉も出てこなかった。私が黙っているのは、心が揺れ動いているからだと勘違いした直樹は、次々と都合のいいことを口走った。なあ、頼むよ、優香。お前もその方が幸せに決まっているよ。しかし、浮気しておいて自分といた方が幸せとはよく言えたものだ。いつまでもしつこく復縁を迫る直樹に私もイライラし始めていた。彼女と何かあったんでしょ？あなたとは結婚しないって言われたんじゃないの？すると、彼は言葉に詰まった。なんでそれを知っているんだよ。まさかお前、彼女に何か言ったのか？焦って、やや声が震え始めた直樹。いいえ、私は何も言っていないわ。あちら側から言われたのよ。直樹とは結婚しないって。どういうことだよ。状況が読めない直樹のために、私は説明してやることにした。愛人の正体は、とある会社の社長令嬢。彼女の父親の会社は、
私の叔父の会社と経営統合をしたばかりだった。経営統合といっても実質、叔父の会社の傘下に入ったようなものだ。直樹と社長令嬢の関係を叔父に伝えると大激怒。叔父はすぐにでも相手のところへ乗り込んでいきそうな勢いだったのだが、私はそれを止めた。直樹が私から浮気の証拠を突きつけられた後の態度次第で、こちらの出方を考えようと思っていたからだ。でも直樹は結局、悪びれる様子もなく、私との離婚に応じた。なので、離婚届を出し終えてから私は動くことにしたのだ。叔父の元に出向いた私は、直樹と離婚したと連絡すると、すぐに愛人の父親に話が行き、翌日二人は慌てて謝罪に来た。叔父を怒らせたとなると、愛人の父親の立場は危うくなる。私と叔父に頭を下げ、父親は真っ青な顔でこう言った。この度は、うちの娘が大変なことを、本当に申し訳ありませんでした。娘は、直樹さんと結婚させませんし、奥様には、娘からしっかりと慰謝料を払わせますので、どうかうちの会社を見捨てないでください。隣では、直樹の愛人である社長令嬢が突っ立っている。表情はこわばって何を言ったらいいのかわからないといった感じだった。父親の会社が自分のせいで窮地に陥るかもしれない状況なのだから無理もない。お前も謝れ。父親のその声にハッとして彼女も深々と頭を下げていた。必死に謝る二人の謝罪を聞いても、叔父はまだ怒りが収まらないようだったが、私は彼を説得した。慰謝料をいただければそれでいいわ。叔父は不服そうな顔だったが、私が言うならと引き下がってくれた。私が愛人と父親の方に向き直ると、何を言われるのかと彼らは姿勢を正した。愛人には一応聞いておかなければいけないことがある。直樹はあなたのお金で私への慰謝料を支払うつもりみたいよ。300万円くらいなら余裕だって言っていたわ。すると愛人は目を丸くしていた。あなた、直樹を援助するつもりだったの？問い詰めるが、彼女はずっと首を横に振っていた。そんなこと、私は知りません。彼が勝手に言っているだけです。直樹さんが私のお金を頼りにしていたなんて。どうやらその様子を見る限りでは、彼女は嘘をついてはいないようだ。彼が慰謝料を援助してもらおうとしていたことに、愛人は怒りをあらわにしていた。そのこともあって、愛人はかなりきつく直樹を突き放したらしい。私と愛人側のやりとりをした直樹は、次の言葉が出てこないようだった。おとなしくなった直樹を見て、私は追い打ちをかけた。そういうわけだから、もう詳細は分かったでしょ？あなたと話すことはもうないわ。待ってくれよ。直樹はさっきよりもかなり弱々しい声になっていた。もう連絡するなんて言ったのはあなたでしょ？私と別れられてせいせいしたんじゃないの？離婚を切り出したとき、彼が言っていた言葉だ。それは。それを聞いて、直樹はぐうの音も出ない。私も黙ったまま、直樹の出方を待つことにした。長い沈黙の末、ようやく口を開いた直樹。今までのことはすまなかった。だから、慰謝料の支払いは勘弁してくれないか。やっと謝罪の言葉を聞けたと思ったが、結局慰謝料が心配だというのが彼の本音。純粋な謝罪を期待していた私がバカだった。あなた、慰謝料のことしか考えてないのね。言っておくけど、やり直すつもりなんてさらさらないわよ。私の言葉に直樹はまた焦り始めた。あれだけ潔く300万くらい払ってやると言っていた直樹はどこへ行ってしまったのだろう。偉そうに慰謝料を払うって言っていたのに情けないわね。彼女がいなきゃ何もできないじゃない。
直樹はかつて自分が威勢よくそう言っていたことを思い出したのだろう。電話口では彼の震えた息遣いだけが聞こえていた。もう私がどれだけ嫌味を言ったところで彼は言い返してこないだろうと確信していた。きっちり請求させてもらうわ。あなたも言いたいことがあるなら、あとは弁護士を通してちょうだい。そう言うと私は電話を切った。後日、私は弁護士を通じて、正式に愛人と直樹に慰謝料を請求してやった。愛人はすぐに一括で慰謝料を払ってくれたのだが、直樹に関してはそうはいかなかった。愛人に見栄を張っていたのがいけなかったのだろう。彼は愛人と遊んでいる間に、いつの間にか貯金を使ってしまったようで、すぐには慰謝料を支払えないと言ってきたのだ。弁護士同席の話し合いの場で、私たちは顔を合わせた。うつむく直樹に、月にいくらなら払えるの？冷たくそう聞くと、彼は泣き出しそうな声で、そんな言い方しなくてもいいだろう？元夫だぞ。と言ってきたが、私は表情を変えなかった。今さら彼に情など湧かない。だから何よ。もう私たちは夫婦じゃないの。それで月にいくらなら払えるのよ。私の圧に屈した直樹は、とりあえず月に5万ずつ慰謝料を支払うことになった。もともと給料の高い会社ではないので、それくらいが限度だろうとは思う。あとはボーナスの際に多めに支払ってもらうことで合意した。ところが、それからすぐに直樹は会社を辞めてしまった。離婚した原因が愛人との不倫だということが会社で噂になってしまったらしい。直樹は周りから白い目で見られ、会社に居づらくなったのだろう。彼は職を失ったが、私は慰謝料の支払いを待つことはしなかった。結局彼は次の仕事も続かず、現在も職を転々としている。私への慰謝料の支払いにも追われ、苦しい生活を送っているとは思うが、それもすべて彼の自業自得。私は慰謝料だけに頼ることはなく、生活のために仕事復帰をした。仕事も順調で、今は充実した日々を送っている。え？ 20 万円？知らないよ、そんな金。口座からお金が勝手に引き出されたのを知って、私は旦那を追い詰めたのだが、彼はごまかせると思ったのか、余裕の表情でそう答えた。そして彼の態度は悪く、終始ヘラヘラと笑っているのだ。真剣に話を聞かない旦那の公平に腹を立て、私はソファーで寝転ぶ彼から携帯を取り上げた。ちゃんと答えてよ。あなた以外にお金を引き出す人なんていないじゃない。しつこく私が問い詰めると、めんどくさそうに公平はこう答えた。俺だよ。ちょっと遊ぶ金がなくなったから借りただけだ。そのうち返すからいいだろう？その答えには当然納得がいかない。遊ぶ金ってどういうことよ。あなた仕事の面接に行くって言いながら、本当は遊んでいたのね。一体何に使ったのよ。勢いのまま彼に詰め寄ると、うるせえな。何でもいいだろう？公平は逆ギレしてリビングから出て行ってしまった。都合が悪くなるといつもそうだ。いつまでも働きもしないで遊んでばかりの旦那。私は迷惑をかけられっぱなしだ。このままでは旦那は調子に乗るだけ。私はそう思って彼を諌める方法を考えていた。私の名前はさやか。娘と旦那の公平と3人暮らしだ。公平とは会社の同期で出会って割とすぐに意気投合し、交際を始めることになった。交際1年半で結婚し、すぐに妊娠が分かった私は、しばらくパートタイムでの勤務に切り替えてもらい、出産後は育休に入った。しかし娘が1歳になり、仕事復帰しようとした矢先、
浩平がとんでもないことを言い出した。俺、仕事を辞めるわ。突然そんなことを言い出すので、私は返す言葉が見つからなかった。しかし浩平はペラペラと喋り続ける。今の仕事はかなり安月給だし、これからお前たちを養っていけないと思うんだよね。だから新しい仕事に就こうと思うんだ。無難にこの会社で働き続ける方が安定していると思うのだが、浩平の考えは違ったようだ。それにしても新しい仕事とは何をするつもりだろうか。浩平、新しい仕事の当てはあるの？私は動揺しつつも口を開いた。しかし浩平は私の不安をよそにのんきなことを言っていた。まあ、やめてから考えるよ。そんな適当なことで家族を養えるとでも思っているのだろうか。私はその態度に憤りを覚えた。浩平、適当なこと言ってないで、ちゃんと将来のことを考えてちょうだい。ところが、私が焦るほど、浩平はヘラヘラするだけだった。どうせお前ももうすぐ職場復帰するだろう？お前の給料は安定するんだから問題ないじゃないか。は？浩平は本当に就職するつもりがあるのだろうか。それすらも怪しい彼の受け答えに私の不安は募る一方だった。とりあえず今月で辞めることは会社に伝えてあるから。さらっとそう言うと、さっさと部屋に戻ろうとする浩平。ちょっと、今月で辞めるって勝手に決めたの？私が必死に止めるも、それを振り払って出て行ってしまったのだ。そういえば、最近彼は仕事がうまくいっていないようだった。いつも機嫌悪く家に帰ってくることが多くなっていたのだ。おそらく同僚たちが出世していくのに苛立っていたのだと思う。私も同じ会社で働いているので、育休中とはいえ、同僚から彼の様子を聞くことはあった。浩平がほんの数週間前に重大なミスをした上、隠蔽をしていたことは知っている。それで会社に居づらくなったのだろうと、なんとなく察していたのだが、浩平はそんなことは一言も言わなかった。私に本当の理由を知られていないとでも思ったのだろう。会社でもう一度頑張って見返すくらいの努力をしてほしいと正直思った。しかし彼にはその力量もやる気もないのだ。とりあえず会社を辞めても新しい仕事に就いてくれたらいい。そう思い、彼を信じて待つことにした。しかし、いつまで経っても彼は仕事を見つけてこなかった。私が職場に復帰してからもう5ヶ月が経とうとしている。ねえ、浩平、仕事は見つかったの？最初は優しくそう聞いていたのだが、彼は私の寛容さに甘えていたようだ。ああ、そのうち見つかるよ。今、面接の合否待ちだよ。などとごまかして、その場をやり過ごしているように思えた。積極的に仕事を探しているようには見えなかったし、家でゴロゴロと携帯をいじっているだけなのに、いつまでもそんな嘘が通るはずもない。本当に面接に行ってるの？ちゃんと仕事決まるんでしょうね。私も我慢の限界で後編にそう怒鳴ってしまった。うるせえなあ。別にいいだろう？お前は今まで通り働いていればいいんだよ。後編も黙っておらず、私に掴みかかってきそうな勢いでそう言い返してきた。しかしここで私もひるむわけにはいかない。毎日暇そうにしているなら、彩香の面倒を見てくれてもいいでしょう？あなたは家でダラダラしているのに、お母さんたちに頼ってばかりで申し訳ないわ。
旦那の両親は近くに住んでおり、娘の彩香をいつも預かってくれている。浩平は両親に今自分が無職だということを言わないでくれというので、共働きということにして、義両親に面倒を見てもらっているのだが、この調子が続くのであれば気が引ける。育休明けは奈良市のためにしばらくパートタイムで働く予定だったのだが、浩平が会社を辞めてしまったので、毎月の生活費を稼ぐために私はフルタイムで働いていたのだ。いい加減に仕事してよ。そんなに大変なら貯金を切り崩せばいいだろう。私の苦労も知らないで、また身勝手なことを言い始める浩平。二人でずっと貯めていた貯金は確かにある。でもそれには絶対に手をつけたくなかったのだ。あのお金はダメよ。子供の将来のために貯めているお金でしょ。将来のためね。浩平は不満げにそう言うと、また自室にこもってしまった。ある日のこと、共同で貯金していた通帳を見ると、一度に20万円ほど引き出された形跡があった。私以外に暗証番号を知っているのは一人しかいない。嫌な予感がして、私は帰宅するとすぐにソファーに寝転がっていた浩平を問い詰めた。口座からお金引き出したでしょう。20万円も何に使ったの？しかし浩平は携帯を触りながら、20万円？知らないよ、そんなお金。と答えるだけだった。真剣に話を聞かないその態度に腹を立て、私は携帯を取り上げた。ちゃんと答えて。あなた以外に引き出す人なんていないじゃない。しつこく私が問い詰めると、めんどくさそうに浩平はこう答えた。ああ、俺だよ。ちょっと遊ぶ金がなくなったから借りただけだ。そのうち返すからいいだろう。しかし私もここでひるむわけにはいかない。遊ぶ金ってどういうことよ。あなた仕事の面接に行くって言いながら、本当は遊んでいたのね。一体何に使ったのよ。うるせえな。何でもいいだろう。浩平は逆ギレしてそう言うと、リビングから出て行ってしまった。都合が悪くなるといつもそうだ。お金を引き出したことがバレてしまったから、浩平もしばらくは警戒しているだろうと思ったのだが、そうでもなかった。次の日、浩平は珍しくこんなことを言い出した。来週は俺が彩香を両親の家に預けに行くよ。いつもお前に頼ってばかりで申し訳ないからな。いつもしないことをするのは彼がやましいことを隠したい証拠だ。会社に有給を申請して次の週に早速旦那の後をつけてみると、全く警戒する様子もなく彼は派手に遊んでいたのだ。それも女と。何かが怪しいとは思っていたが、案の定女の存在を隠していた浩平。私は彼に裏切られていたことを知ると虚しい気持ちになった。しかし絶望の中でも私は一応冷静を保っていたようだ。決定的な浮気の証拠が欲しいと思った私は、浩平と女の後をつけ、ホテルに入っていく二人の写真を収めた。これで言い逃れはできないだろう。念のため彼に電話で確認することにした。今何をしているのかと。浩平は一体何と答えるのだろうか。長い呼び出し音の末、電話に出た浩平は面倒そうにこう言った。は？今何をしているのかって？彩香とドライブをしているんだよ。彩香が俺と離れたくないって言うから、少しの間一緒にいてやってるの。
そうなのね。この男はどこまでも嘘を突き通そうとする。もう私は呆れてしまった。じゃあ気をつけて帰ってきてね。私はいつも通りの時間に帰るから。それだけ言うと、あちらは返事もせず、先に電話を切った。私は家に戻り、力なくソファーに座り込んだ。何も考えられなくなって、ひたすらぼーっとするしかなかったのだ。ふと我に返ると、時計は間もなく17時になろうとしていた。間もなく浩平は彩香を迎えに行って帰ってくるだろう。急いで夕飯の支度をしないと間に合わない。とりあえず浩平には何も気づいていないふりをしておこう。そして時が来たらあの証拠写真を突きつけてやろう。そう思ったのだ。その時だった。携帯電話が鳴り、そこには義母の名前が表示されていた。もしもし？万が一、浩平のことを聞かれたらどう答えよう。とそう思いながら電話に出たのだが、義母の要件はそれではなかったようだ。もしもし、さやかさん？よかった、無事だったのね。義母は安堵の声を漏らしていたが、私にはその意味がよくわからなかった。返事に困っていると、義母は状況を説明し始めた。さっき、病院から連絡があったの。浩平が事故を起こして緊急搬送されたって。助手席の女性が意識不明だって言うから、さやかさんじゃないかって気が動転しちゃって。とにかく無事でよかったわ。義母は泣き出しそうな声でそう言っていたのだが、気になるところがいくつかあった。お母さん、心配してくれてありがとうございます。でも、浩平の隣にいた女性は誰なんですか？それはわからないわ。今から私たちも病院へ行くつもりよ。そう言って、義母は病院の名前を教えてくれた。すぐに向かうことを伝えると、私は電話を切った。隣の女性はきっとさっき駅で見かけた彼女、すなわち浮気相手だろうと思う。彼女は意識不明ということだから、浩平の状態も軽症では済まされないだろう。そして急いで必要なものだけカバンに詰め込み、病院に向かった。病室の前に着くと、ちょうど義両親が来ていた。そして娘の彩香も一緒だった。義母は何か言いたげな表情をしていたのだが、なかなか口に出せない様子で口ごもっている。もしかして浩平も重体なんですか？私は恐る恐る声をかけた。しかし義母は首を横に振った。いいえ、浩平は無事よ。さっきお医者様から聞いたんだけど、足の骨折で済んだそうよ。でも相手の女性はダメだったみたい。部屋の中に入るのをためらっている様子だったので、おかしいとは思っていたが、そういうことだったようだ。浩平にはまだ言っていないみたいなの。どう伝えたらいいか。義母は言葉を詰まらせていた。とりあえず、今は浩平には言わないでおきましょう。義母にそう言うと、私たちは浩平の病室へ入った。そこにいたのは思いのほか明るい表情をした浩平だった。いやー、事故っちまったよ。新車買わないとな。義両親も私もその態度には呆然とするしかなかった。いくら自分が骨折で済んだからといって、事故を起こしておいてこんなにもあっけらかんとできるものだろうか。ちょっと、何よその態度。私たちも心配したのよ。
私は公平の態度に腹を立てて怒ったのだが、公平には全く響かないようだった。別にいいだろう。骨折くらいすぐに治るよ。それにしても仕事中に事故に遭うなんて最悪だよ。まだヘラヘラしながらそんなことを言っている。義両親の手前だから仕事中などという嘘をついているのだ。それに私にも嘘をついている。あなた、彩香とドライブに行ったって言ってなかった？私がそう公平に問い詰めると、思わず声を出したのは義母だった。私は義母の動揺を感じ取りながらも話を続けた。彩香を預けようとしたら離れなかったからそのままドライブに連れて行ったのよね。義両親は公平のことを睨みつけている。それは公平は言い訳をしようとしているが、うまく言葉が出ないようだった。彩香を私たちに預けてすぐに出て行ったじゃない。仕事だからって。義母はなぜ公平が嘘をついていたのか察していたのだと思う。義母の声は少しだけ震えているのが分かった。私は冷静に、相手の女性、浮気相手でしょ？と言って公平の方を見た。違うよ。浮気相手だなんてそんなわけないだろう。仕事の相手だよ。仕事の相手ね。よくもまあそんな嘘が言えたものだ。あ、そう？それじゃあこの証拠写真を見てもまだそんなことが言えるのかしら？私は今さっき携帯に収めたばかりの証拠写真を見せつけてやった。これは。公平の顔色はみるみるうちに青ざめていった。これでもまだ言い逃れをするつもりかしら？公平は言い返す言葉もない。私はもう一度聞き直した。あんたと一緒にいたのは浮気相手でしょ？もう逃げられないと思ったのか、公平は静かにうなずいた。じゃああんたとは離婚ね。冷たく言い放つと、公平はまた態度を大きくした。別に構わねえよ。お前みたいな口うるさい女、とっとと別れてやる。俺にはお前なんかより数百倍可愛い彼女がいるんだからな。私と別れても彼女がいるからいいっていうの？当たり前だろ。お前なんているだけで目障りだ。さっさと俺の家から出て行け。そう病室で怒鳴り始めた公平。その浮気相手、亡くなったわよ。私が真実を告げると、公平の顔は血の気が引いたようになっていた。嘘だろ？お前、俺を恨んでるからって、そんな冗談はよせよ。浮気がバレても、離婚を切り出されても、ここまでは焦らなかったのに、浮気相手が死んだと聞かされた途端、公平の声は震えて、かなり動揺しているのが分かった。冗談なんて言わないわ。あんたのせいで彼女は死んだの。それだけ言うと、私は病室を後にした。義両親も公平の態度には呆れたようで、私と共にその場を後にした。それから私は正式に浮気の証拠をもとに離婚を申し立てた。事故の賠償金を払うことになった公平は私を頼りたいのだろう。頼むから離婚だけはしないでくれ。そう泣きついてきたのだが、情けをかけるつもりはない。あなたが悪いんでしょ？今さらそんなこと言っても無駄よ。弁護士を通じて遠慮なく慰謝料も請求してやったので、彼は相当追い込まれていることだろう。退院するのに
そこまで時間はかからなかったが、それから再就職はなかなか難しかったようだ。結局は契約社員として中小企業で働かせてもらうことになったらしいのだが、給料は当然貯金できず、ひたすら賠償金と慰謝料に当てているということだ。それもこれも自業自得だから仕方がない。私は離婚してからすぐに保育園を見つけ、そこに彩香を預けることにした。会社も私の事情を理解してくれて、しっかりと定時で帰れるように調整してくれた。私は今、新しいマンションに引っ越し、娘と2人で穏やかな生活を送っている。ババアが年下の若い男と結婚かよ。気持ち悪いな。最悪な別れ方をした元恋人がそう言って私のことを嘲笑う。若い男は私の息子なので、彼の言っていることは完全に的外れであるのだが、ここまで馬鹿にされるのはとても腹が立つ。そもそも私をこっぴどく振ったくせに話しかけてくるなんてどういう神経をしているのだろうか。早くどこかに行かないかなと思っているうちに息子が戻ってきたが、元恋人は今度は息子に、こんなババアと本気で結婚するのか？人生の無駄だぞと絡み出す。息子はじっと元恋人の顔を見た後にこう告げた。俺が誰だかわかりませんか？この後、元恋人には絶望が待っていた。私の名前はマキ。37歳の会社員で事務職をしている。仕事はそれなりにできる方で、自分で言うのもなんだが、後輩と同僚から結構頼りにされている。事情があって私は高校を中退しているが、それを馬鹿にされたことはないから本当にいい職場だと思う。私はサラリーマンの夫と一軒家で暮らしていて、20歳になる息子のたけしは独り立ちして家を出て行った。少し寂しくはあったが、息子が成長したという証であるし、時々近況も教えてくれるので不満はない。大人として社会で頑張り、疲れた時に家に帰ってきてくれれば十分だ。夫は穏やかな性格の優しい人で、共働きなのに私が疲れているとすぐに家事を代わってくれる。申し訳なくて謝ると、夫婦なんだから助け合わなくちゃ。気にしないで、と笑顔で言ってくれるのだ。本当にこの人と結婚できたのは、私にとって人生で最大の幸運だと思う。今でこそ幸せな結婚生活を送っているが、過去に私は恋愛でとても苦い思いをしている。元恋人の祐介は外面がいいだけのとても最低な男だったのだが、若かった私はその本性を見抜くことができなかった。恋は盲目と言うべきか、祐介からひどいことをされても、後で軽く謝罪されるとあっさりと許してしまっていたのだ。バカだったと思うし、あの頃の自分に、祐介と付き合うのだけはやめた方がいいと伝えたい。それで散々傷つけられた後に私は振られて、私はしばらく男性不信になっていた。今の夫は私の意志を尊重してくれるし、たけしのことも可愛がってくれている。彼のおかげで私は祐介につけられた心の傷を癒すことができたのだ。おばさんになった今では、祐介のことは黒歴史として、笑い話にできるくらいには吹っ切れていた。だからこそ、まさか祐介と20年ぶりの再会をするとは思ってもみなかった。私はその時、婦人系の病気にかかって診察してもらうために産婦人科に来ていた。夫は仕事で多忙だったので、たけしが付き添いに一緒に来てくれた。病気はそこまでひどいものではなく、診察は早めに終わり、いくつかの薬をもらった後に帰りの支度をする。たけしがお手洗いに行っている間に、私は会計を済ませて病院の外に出た。その時に目の前で男性が通ったので、私は何気なく見たのだが、顔を見て驚愕した。そこには20年前に別れた
元恋人の祐介がいたのだ。突然のことだったので、私は動揺のあまり、祐介と彼の名前をつぶやいてしまう。名前を呼ばれた祐介は、最初私のことを怪げそうに見ていたが、少ししてから目を丸くして、もしかしてマキかと言われてしまった。私は嫌な奴に会ってしまったと思い、心の中でうっかり彼の名前を呼んでしまった自分のことを罵倒した。祐介は私のそんな内心に気づかず、ずかずかと近寄ってきて、久しぶりだな、元気にしていたかと気安い感じで接してきた。そのずうずうしい態度に私は呆れてしまう。確かに、うっかりと言え声をかけたのは私だが、20年前に祐介は私をこっぴどく振っている。それなのに、どうしてこんなに気安く声をかけられるのだろうか。私はなんだか腹立たしくなって、祐介に、よくそんな気安く声をかけられたわね。20年前、私に何をしたか忘れたのと、嫌味を言ってしまっていた。祐介は、私の言葉を聞いて嫌そうに顔をしかめて、まだ昔のことを気にしているのか？いい加減にしつこいぞ。何年前の話だよ。と吐き捨てた。私は、祐介がふてぶてしくそういうのを聞いて、彼が過去に私にした仕打ちを全く反省していないのが理解できてしまった。私はそのせいで男性不信になってかなり引きずったのに、肝心の本人が反省の色なしだと知って脱力してしまう。私が思わずため息をついていると、祐介はそれが気に食わなかったのか、さらに突っかかってきた。ため息をつきたいのはこっちだ。俺はお前のせいで大学を辞める羽目になったんだぞ。最終学歴が高卒なんてダサすぎる。本当にお前は俺にとって疫病神だよ。お前なんて何人もいる遊び相手の一人だったんだ。顔が可愛かったからちょっとひいきをしてやったら調子に乗りやがって。お前の代わりなんてたくさんいたのにバカなことをしたよ。性格はネクラでうざかったよな。未だに昔のことを恨んでいるなんて。ババアになっても暗い少年は変わらなかったみたいだ。好き勝手にバカにしてくる祐介に、私は怒りよりも呆れの方が勝ってしまう。いい年こいて子供みたいに人のことをバカにして恥ずかしくならないんだろうか。過去の私はどうしてこんな男を好きになってしまったんだろう。私は相手にしたくなくて祐介を無視していたのだが、それが余計に勘に触ったのか、私をバカにする声がだんだんと大きくなっていく。周りに人はいなかったが、いつ誰が産婦人科に来たり、逆に出てきたりするかわからない。私がいい加減に祐介を止めようとすると、タイミングよくたけしが、ごめん、待ったと産婦人科から出てきた。祐介はたけしを見て目を丸くしていた。そしてここで病院の看板を見て、私たちが産婦人科から出てきたと気づいたようだった。すると祐介は、いいおもちゃを見つけたと言わんばかりにニヤニヤとしだして、バーバーが超年下と結婚かよ、キモ、と私に暴言を吐いた。たけしは祐介の突然の暴言を聞いて眉をしかめたが、彼の顔を見た途端に目を丸くする。祐介はそんなたけしの様子にも気づかず、たけしに私のことで絡んでいた。こんなババアのどこがいいの？君みたいな若くてかっこいい男なら、他にいくらでも条件のいい子と付き合えるだろう。やっぱり金が目的だったりする？産婦人科にいたってことは、妊娠したってことだろ？いい年こいてガキを産むだなんて気持ち悪くないか？普通なら恥ずかしくてできないだろう。俺はこいつの元恋人だけど、こいつの性格は最悪だぞ。いつまでも昔のことを根に持って鬱陶しい。さっさと別れた方が君のためだよ。祐介はそんなことをベラベラとまくし立てるように喋る。だけど、私とたけしは祐介の話を全く聞いていない。たけしは何かに気づいたように考え込み、私は、たけしは気づいたかなとのんきに考えていた。なんせ、
祐介はたけしにとって無関係の赤の他人というわけではないのだ。私としては一生祐介とたけしを会わせたくなかったのだが、こうなっては仕方がない。しばらくして、ようやく祐介が黙ってから、たけしは祐介に質問した。いろいろと言いたいことはありますが、とりあえず確認します。俺が誰かわかりますか？質問された祐介は、と言って戸惑っている。それで、彼はたけしの顔をまじまじと見ていたが、心当たりがなかったようで困惑したように、どこかで会ったっけ？と逆に質問していた。それに対してたけしは呆れていて、本当に何も知らないんですね。とため息をついていた。自分の子供のこともわからないなんて。たけしがそう言うと、祐介は、はぁ？と言ってそのまま固まってしまう。実は、たけしは今の夫との子供ではなく、20年前に付き合っていた祐介の子供なのだ。私は高校生、祐介は大学生の時、彼からナンパされたことで付き合った。数ヶ月後に私は妊娠してしまい、気づいた時にはもう産むしかない期間に入ってしまっていた。当然私の両親はこの事態に激怒して祐介にお腹の子供を認知して養育費を支払えと責任を取るように迫った。だけど祐介はおじけついて両親の要求を拒絶した。責任なんて取れない。お前が勝手に妊娠したんだろ？だったらお前がどうにかしろよ。俺は子供なんて欲しくないし、そいつのために金なんて使いたくない。お前と付き合ったのだって、ただの遊びだったんだぞ。飽きたらさっさと別の可愛い女の子と付き合うつもりだったんだ。どうしてこんなことになるんだよ。絶対に俺は認知なんてしない。子供はお前が一人で育てろ。俺は独身で子供なんていらないんだからな。そして祐介は大学も中退して音信不通になってしまう。祐介の両親にも連絡して彼の居場所を聞いたのだが、二人も彼はどこに行ったのか知らなかった。祐介の両親は妊娠した私に責任を感じていくらかの慰謝料をくれたけど、さすがに養育費はもらえなかった。そこから学校側と話し合い、両親に何度も頭を下げて、私は高校を中退して未婚のまま出産した。親戚の間では、産んだ子供を施設に預けることを提案されたが、私はどうしても受け入れることができなかった。私から逃げた祐介には愛想が尽きていたが、お腹の中の赤ちゃんは絶対に私が責任を持って育てたいと思ったのだ。高校を中退した上に子供を育てていたので、かなり苦労する羽目になったが、両親の助けを借りながら、どうにかたけしを独り立ちするまで育てられた。両親も祐介のことはまだ嫌っているが、たけしのことはとても可愛がってくれた。そして私は数年前に今の夫と親しくなり、たけしの後押しを受けて再婚した。今の夫は血のつながらないたけしを自分の子供のように可愛がっていて、たけしもそんな夫を実の父のように慕っていた。たけしが祐介の顔を知っていたのは、再婚するときに私が彼と一緒に撮った写真を見せて、この人が実の父親なのと説明していたからだ。祐介のことを教えるかどうかは迷ったが、隠し事をする方が良くないと思って、別れた経緯も説明していた。幸いたけしはそんなに深刻に捉えておらず、でも、俺の父親は今の父さんだし、と言っていた。祐介はすべてを知って呆然としていたが、私が、話はこれで終わりよね。私たちは帰るわね。と言うと、急にその場で土下座しだした。私たちがぎょっとして後ずさりすると、祐介はたけしに、頼む、俺を助けてくれ。と懇願しだした。祐介は聞いてもいないのに、自分が白血病で骨髄移植をする必要があること、それをどうにかするためにドナーを探していたことも説明しだした。祐介は一人っ子で、彼の両親はもう亡くなってしまっている。そもそも私の妊娠の責任から逃げたことで感動されてしまっていたらしい。
親戚を回ってドナーを頼んだが、大抵の人に断られて、検査をしても適合しない人がほとんどだったらしい。そんな中で血のつながりがある息子が現れたので、これ幸いに提供してもらおうとしている。たけしはゆうすけの話を黙って聞いていたので、私はもしかしてドナーになるつもりなのかなと少し心配になった。こんな最低な男のために大事な息子が手術する事態になるのはごめんだ。しかし、私の心配はキーウに終わった。たけしはゆうすけの懇願に対してはっきりと、あなたのドナーになるつもりはありません。と断っていた。ゆうすけは驚愕して、俺はお前の父親だぞ。息子のくせに俺を見捨てるのか。とわめいたが、たけしの方は、当たり前でしょう。と淡々としていた。20年も顔を合わせていないのに、父親だなんて思えませんよ。第一、母が俺を妊娠した時に、子供をいらないと言ったのはあなたなんでしょ？父親面はやめてください。そもそも、俺を見ても息子だと気づかなかったし、その前に話している時にも、子供のことを母さんに何も聞きませんでした。どうでもいいと思っているからでしょ？俺の父親はもういますし、母さんに暴言を吐いたあなたを許せない。あなたのドナーになるのは絶対に無理なので諦めてください。たけしが絶対に譲らないと理解したのか、ゆうすけは私に助けを求めるような眼差しを向けてきた。私にたけしを説得してほしいのだろうが、あいにくゆうすけの願いを叶える義理はない。私は20年間、たけしを女手一つで育ててきたのだ。私を妊娠させた責任から逃げたゆうすけのために、私が動く理由はない。私がゆうすけを無視して、今日はもう帰ろうとたけしに言うと、たけしはすぐにうなずいてくれた。車に戻ろうとする私たちをゆうすけは、ちょっと待て、もう少し話をさせてくれ、と引き止めようとしたが、たけしが睨むと黙った。私が、これ以上しつこくするなら、不審者として通報すると言うと、ゆうすけは悔しそうな顔をしてどこかに行ってしまった。私がたけしに、変なことに巻き込んでごめんね、と謝罪すると、たけしは、気にしなくていいよ。母さんがひどいことをされなくてよかった。と言ってくれた。本当にゆうすけには全く似ていない、いい子に育ってくれたと思う。今の夫にも、ゆうすけと会ったことを説明すると、大丈夫？何もされなかった？と、私とたけしのことを心配してくれた。私は改めて、この優しい人と結婚できてよかったと思い、たけしも嬉しそうな顔をしていた。それから3日後に両親から電話があり、実家にゆうすけがやってきたことを教えてくれた。ゆうすけは下手に出て、マキと息子には申し訳ないことをしました。今度こそやり直したいんです。連絡先を教えてくれませんか？と言ってきたらしい。しかし、20年前にゆうすけが私にした仕打ちを覚えている両親は許さず、実家からゆうすけをさっさと追い出した。特に父が激怒していて、ゆうすけが帰った後に塩を撒いていたそうだ。私は両親にお礼を言っておいた。すると今度は、携帯にゆうすけから電話がかかってきた。20年前から携帯を変えていなかったのは失敗だったと思う。ゆうすけの電話の内容は、たけしにドナーになるように説得してくれというもので、私が何度無視してもしつこく頼んできた。それでも私が無視していると追い込まれたのか、たけしの職場を調べて待ち伏せしてきた。運がいいことに、たけしはすぐに気づくことができて、裏口から帰った。ゆうすけは連絡してくることをやめず、強い口調で、人の心がないのか？まともな人間なら父親を見捨てないと、私とたけしを責めてくる。ただ、日に日にゆうすけは病状が悪くなっているらしく、次第に、頼むから、お願いだと弱々しくなっていった。もうかなり病状が悪化して病院に入院したあたりで、せめて最後に家族で過ごしたいと言われたが、絶対にお断りだ。
私が今まで着信拒否していなかったのは、まだ祐介が元気なうちに、たけしと夫に危害を加えないか確認するためだった。病気が進行して動けないなら、もう連絡を取る必要はない。私とたけしは、あんたの家族じゃないわ。あんた自身が20年前にその権利を放棄したんだから。もう二度と私たちに関わってこないで。そう言って私は、祐介の番号を着信拒否した。祐介は、自分の無責任な行動のせいで、苦しい闘病生活を送る羽目になったのだ。私は、夫とたけしと共に仲良く3人で暮らしている。